こんにちは、はかです。今日はですね、PC の消費電力についてちょっと解説したいなというふうに思っています。なぜ今この話をするのかというとですね、先日発売された Mac Studio、こちらに積んでいる M1 Ultra という CPU と GPU がくっついた一体型のチップですね。これが消費電力がすごい低いんですよ。先日性能やコスパについては、自作 PC と Mac Studio 比べてはみたんですけれど、そこで触れていなかった消費電力についても今日はお話ししようかなと。でもう一つは自作 PC で現時点最強クラスの CPU インテル Core i9-12900KS がこれから発売されるということです。 KS は今までの 12900K、こちらのマイナーアップデートモデルなんですが、動作ロックが引き上げられてるんですよね。それで格段に性能が上がってるんだろうとは思うんですが、それに応じてなのか消費電力も格段に上がってます。なので今日はこの M1 Ultra という消費電力の極端に低いもので Core i9-12900KS という消費電力の極端に高いもの、これらを例に挙げながら、PC の消費電力について解説したいと、そういう話なんですね。これを見ればインテルの CPU 爆熱って言われている、その理由も分かりますし、自作 PC を組んだり、Mac を買ったりする上でも役立つ知識になると思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。まず前提条件からお話ししましょうか。 PC の消費電力は一定ではないということです。皆さん PC を使っていて CPU とか GPU の温度管理ってしていますでしょうか。で、私今このクラーケンの方に、CPU、GPU の温度を常に表示しているんですね。そこでアイドル時は40度くらいだなとか、ゲームやってる時、動画編集してる時は60度くらいだなとか、そんな風に常にチェックしています。で、実はこの温度の変化と消費電力っていうのが関係してるんですよ。電気を使う製品って電力を消費して計算する、光を出す、物理的に何かが動く、そんな仕組みいろいろあるかと思うんですが、電気が全てそういった性能面、運動に変わるかというとそうではなくて、必ずロスが生じます。で、そのロスが発熱に変わってるんですね。そうなんです。 CPU や GPU の温度変化というのは電力を消費して計算した結果、それに使われなかった分が熱となってロスになっているということなんです。そしてそれらの CPU や GPU ではより多くの電力を使えばより多くの計算ができて性能も向上するんですけれども、そのためにはより多くの発熱が出てしまうというのが基本になっています。ということで電力の消費量は一定ではないということは覚えておきましょう。ちなみになんですけど、電力の消費が一定のものっていうのも結構あります。主に家電なんかはその一例ですね。一番わかりやすいのは電子レンジだと思います。大体なんですけど、家庭用で 500W、業務用、コンビニなんかにあるやつですね。あれで 1500W という定格出力が定められてます。物を温めている間、常に 500W の電力を消費しているよということですね。そんな電力消費が変動する PC、ちょっと困る部分があるんですよ。それはですね、電源ってどんなものを載せたらいいのっていう問題が出てきます。電力が変わるんで、どこに合わせて電源を用意しましょうかと。これは自作 PC ユーザーに限った話ではなくて、やっぱり PC を作るメーカー側だったり、BTO のショップだったり、様々なところで問題って起こり得るじゃないですか。なので必ず電源容量を決めるために基準っていうのが必要ですよね。で、その基準として設けられているのが TDP という値です。TDP っていう言葉、よく聞くけどちょっと理解に苦しむなっていう人多いのではないでしょうか。言葉の意味なんですけど、サーマルデザインパワーと日本語で言うと熱設計電力なんて訳されますね。それだけ聞くと本当に訳が分かりませんよね。まずすごいざっくり言いましょう。PC のチップ、CPU とかですね、めちゃくちゃ頑張って動いてる時に生み出す熱量のことで、イコールその熱量を出すための電力なんですね。
実は TDP という数字、電源の容量を決めるだけではなくて、そのチップを冷やすためのクーラーの強さ、これを決めるための指標でもあります。熱と電力に相関関係があるのなら、一つの値で両方を見ることができますよねっていう考えなんですよ。そして割と多くの場合、この TDP の値が最大の消費電力量に近いというふうにされてるんですね。TDP という言葉の意味が分かったところで、ではインテルの CPU、特に Core i9 シリーズ、これが非常に熱を持つ爆熱だなんて言われている理由を解説します。結論から先に言いましょう。インテルの CPU は TDP 以上に電力を消費して発熱する。これなんですよ。いやちょっと待ってよと。TDP が消費電力ってさっき言ったじゃないですかって言われそうなんですけど、インテルの言い分っていうのはこうなんですよ。私たちが考える想定された使い方、それをすればこの CPU は 150W の消費電力です。なのでそれに対する CPU クーラーを用意してくれれば大丈夫です。でもあなたたちこの CPU に負荷かけますよね。ベンチマークなんて回したりしますよね。そんな自作沼にはまったあなたたちにサービスです。よく冷える環境を用意してくれたらパフォーマンスをぐっと上げていきましょう。そう、自動車におけるターボのようにというわけなんですね。なので TDP で想定されている使い方以上にターボブーストをかけるという仕様になっているのがインテルの CPU の特徴です。で、またこのターボブーストの内容がえげつないんですよ。ここで冒頭にお話ししたインテルの最新 CPU Core i9-12900KS のスペックを見てみましょう。16コア24スレッド、P コアが8、E コアも8ですね。で、ベースの動作クロックに関しては P コアが 3.4GHz、E コアが 2.5GHz。ここまでが通常のスペックということなんですけど、ここから先です。ターボブースト。これ利用時に 5.5GHz まで動作クロックを引き上げることができます。そしてそれに対する電力の消費量としては、プロセッサーベースパワーが 150W、マキシマムターボパワー、これが 260W という表記ですね。お気づきですか？どこにも TDP ってないですよね。実は仕様が変わってインテルは TDP っていう言葉使うのやめてます。で、今まで TDP という表記であったのはこのプロセッサーベースパワー、ここになるんですよね。さらにこの12世代になる前はこの TDP の裏に PL1 とか PL2 とかっていう値がありました。PL っていうのはパワーリミットの略なんですよね。PL1 というのは TDP の値そのものですね。そして PL2 というのはターボブースト時で、短時間だけパフォーマンスを上げた時の消費電力、これを表していました。そしてこの PL1 と PL2 の関係性なんですけど、だいたい倍になります。そして第12世代アルダーレイク S が出た時にとんでもないことになりました。もう冷える状況であればターボブーストの短時間っていう部分も取っ払ってしまいましょうと。もうずっとターボで動かすことはできますよ。そう、冷やせるならねっていうことです。お分かりいただけたでしょうか？要するにインテルの CPU は TDP よりもずっと消費電力を上げてパフォーマンスを上げるような仕組みになっているんですよ。だから爆熱、だからあちあち。それがインテルの爆熱神話の真実です。いやー、インテルの CPU はちょっと複雑ですよね。このターボっていうのがあるところがこのベンチマークだとか自作 PC マニアにはロマンのあるところでもあるんですけど、他のメーカー AMD とかあと GPU だとNVIDIA とかですよね。でその辺は TDP っていうのはやっぱりマックスの消費電力を表してるんですよ。現行ライゼンの最上位ライゼン9 5950X、 こちらの TDP は 125W とされています。そして定格で動かす以上高負荷をかけても TDP 以上には発熱や電力が上がりにくいという仕様になっています。ちょっとは上がるんですよ。
130W とか140近くまでいくのかな、そのくらいはいくんですけど、インテルみたいに倍ぐらい消費電力を引き上げたりとかそういうことはないわけです。なので電力効率だけで言えば、AMD、ライゼンの方が圧倒的に高いと言えるんですよね。これは7ナノメートルとかそういう製造プロセスの部分も関係しているとは言えそうです。あとは GPU ですね。現行の最上位機種 RTX3090Ti というものが先日発売されたばかりなんですが、それの消費電力はなんと 450W です。いや、すごい食いますよね。電子レンジに匹敵する消費電力がグラフィックボード単体で出てくるということですね。その前の最上位機種であった RTX3090 では 350W、 その下3080だと 320W です。で、実は CPU よりもこの GPU の方が発熱も電力消費も非常に大きいというものなんですよ。なので一部の上位のグラフィックボードには水冷仕様というものも発売されてますよね。ただこれを RTX3060 ぐらいのグレードまで落とすと TDP170W なので、3090の約半分ぐらいまで落ちます。あとは PC 全体での注意点としては CPU や GPU 以外にも電力消費するパーツっていうのが非常に多く使われているっていうことです。ただ他のパーツ、メモリだったりマザーボードだったり、ファンだったりクーラーだったりってそのあたりの電力消費は多くはないです。システム全体トータルで CPU、GPU 以外だと 100W 前後がいいところではないでしょうかね。なので、電源を選ぶっていうふうに考えれば計算式はこうですね。CPU の TDP、GPU の TDP、プラス 100W を PC の消費電力と考えて、それの2倍の容量の電源を買えばいいというような結果になります。ただ、インテルの CPU だけはマキシマムターボパワーを TDP に置き換える必要があるんですね。はい、ここまでで PC における消費電力の考え方っていうのが、大体分かっていただけたかなと思います。では、それを踏まえて Mac Studio の M1 Ultra 見てみましょう。M1 Ultra は20コアの CPU ですね。インテル風に言うと P コアが16コア、E コアが4コアというふうになります。で GPU は48コアというふうに書かれてるんですけども、いずれも動作クロックっていうのは非公表ですね。そしてインテルお得意のターボ機能というのもありません。ただ CPU の性能を比べると非常に優れたマルチコア性能の CPU となっています。またミドルローくらいの性能の GPU 性能もあるんですよね。それに加えて Apple は分かりにくい TDP や PL っていう言葉を使いません。もうド直球で消費電力というワードを使ってきてます。でしかもですよ、連続使用時 Mac Studio 全体での消費電力 370W が最大ですよ。それ以上に電力はかからないんです。自作 PC で言ったらグラフィックボード1つ分ぐらいの電力消費しかないっていうことなんですね。当然本体内蔵の電源もそれに相当したもので十分なんでしょう。ハイエンド PC みたいに 1000W とか 1200W っていう電源を用意する必要もないわけです。これと同じ性能の自作 PC を組もうと思ったら電力消費ってもう倍以上になるんですよね。そして長く使えば使うほどこの消費電力は電気代にも跳ね返ってきますよね。自作 PC 使っている人が Mac Studio に乗り換えたら、消費電力が半分くらいになったなんていうのはザラにありそうです。ちなみに自作 PC っていうのは部屋の温度を上げるぐらいに発熱するんですよね。なのでエアコンつけている方はエアコンの消費電力もダブルで上がってしまうというような罠もあります。そう思ったら Mac Studio の省エネ性能すごいと思いませんか？なのでコンパクトさや省エネ性能を重視する方っていうのは Windows にこだわりがなければ Mac Studio っていうのはすごくいい選択肢にもなり得るっていう部分もあるんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。言葉の意味だとか Mac や Windows における電力の考え方分かっていただけたでしょうかね。インテルの爆熱神話というのも真実。一方で Apple がしきりに主張していた省エネ性能、ワットパフォーマンスの良さというのも真実。全く両極端なチップですよね。そ
それでは、今日はこんなところでしょうか。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。